外装の違いでスタートしましょう。アウトターボ RS は赤いミラーカバーと赤いリアスポイラーがついてます。アウトワークスだとブレーキカリパーが赤いんです。ターボ RS でもワークスでもサイトにあるディカルステッカーがあります。アウトワークスは1つバージョンがありますけど、ターボ RS はボディコラーによる3つバージョンがあります。次、フロントレーバンパーにデコレーショントリムがあります。ターボ RS は赤いで、アウトワークスがグレーです。そしてターボ RS でもワークスでも円形のホイールがありますけど、デザインが違います。追加には、アウトワークスは少し黒いヘッドライトがついてます。それからフロントのスズキロゴの隣にワークスエムブレムがあります。内装で最初の大きな違いは、ワークスはマニュアルトランスミッションの可能です。マニュアルオプション選定したら、シフトレバーのポジションが AGS より別のロケーションです。他の大きな違いはフロントシートです。ワークスだと特別なレカロシートがあります。そのシートのサイドはすごいボルサがありますから、サイドサポートに強いです。アウトターボ RS のフロントシートはシートヒーター付きと運転席の高さ調整機能もあります。アウトターボ RS の内装のティームは赤いアクセントで、ワークスはクロームとメキのアクセントが多いんです。最初にワークスは特別なミターがあります。そのミターの中にはワークスのロゴとターボブーストランプがあります。技術の違いに関しては、さっきも言ったが、ワークスはマニュアルの高速ミシンがあります。そのミシンがワークス専用に開発されていました。AGS のアウトマを選定したら、ターボ RS よりミシンのチューニングが違います。ワークスとターボ RS と比べたら、ワークスのサスペンションの方が硬いですが、ボディローが少ないし、コーナー間にワークスの方がステーブルな車両です。それから、ターボシステムのカリブレーションとパワーステーリングのカリブレーションも違いがあります。ボディ色について、アウトターボ RS のベースコラーはブルーイッシュブラックペールとピューレッド。オプションはピューホワイトでした。ワークスだと前期のベースコラーがブルーイッシュブラックペールとピューレッドでした。とオプションの色はピューホワイトとスティールシルバーメタリック。後期のワークスではピューレッドのベースの色がブリスクブルーメタリックに変えました。次はオーナーとしてワークスとターボ RS の両方を運転して気づいた点を解説します。ワークスは4駆高速マニュアルミッションとアウトターボ RS は4駆 AGS ミッションです。もちろん最初にターボ RS は AT 車ですから、ワークスより街の中のドライブではもっと快適な車両です。そうしてもワークスよりターボ RS のステーリングの方が軽いです。個人的私がターボ RS のスタートストップファンクションが好きですが、その機能を利用するためにミッションの D モードが必要です。でも実際は加速したらいつも M モード使ってます。本当にクラッチなしの MT ミッションに似てますが、止まってる状態から加速する場合はクラッチスリップが多いですから不快です。運転強度の大きな違いはスポーツ走行するときです。例えばこの山道でワークスのシートサポートはすごいいいです。そしてターボ RS でこのキツ右側に曲がると私の左の膝がシフトレバーの近くにダッシュに当たります。シートの足サポートが少ないですから。ワークスのステーリングの初期応答性がシャープです。ターボ RS のは軽いし自信が少ないです。くしくもターボ RS はワークスより速い感じがありますが、それはターボのカリブレーションの関係です。ワークスは低速からのトークが大きく、より安定した加速を提供します。情報として以上です。
まとめたら、オートターボ RS は毎日の車両としてワークスよりいいものですけど、性能が高いスポーティーな車両だとワークスは一番です。最後に、ターボ RS とワークスが同様の動的な状態にあるビデオです。